この部屋なんだ？運命変わってるな。配信終わりますね。フィジカル強いのか。追い込みが激しいな。新しいことに気づくの。トリック気づかないよね。こんなに歩き回ってる。この剣は何なんだ？このシーンいるのか？本当に睡眠薬が無理でしょ。新聞紙を取り寄せる魔法苦手なのか。ラバ配信。暗闇はトラウマじゃなかったのか。探索パート入ったんだけど、この部屋なんだ？一生わかんないんだけど。上から入れるっぽいけど、引き抜けドアあったけど。牢屋敷の2階を見回っていると不自然な箇所を見つけた。マップ上明らかに向こう側に部屋があるのに、入るための扉が見当たらないのだ。一面が壁になっている。この部屋には扉がないな。魔法で消されちゃったのかな。体液で壊す？否定できないな。図書室の大木といい、外には常に虹がかかった花畑もあった。この監獄には不可思議なところがあまりに多い。受け入れざるを得ないか。ノアは少し考え込むような素振りを見せ、それからカラースプレーを取り出した。ノア、何を？止まる間もなくノアはあっという間に壁に扉を描いてしまった。扉作れるのか？じゃーん。ないから書いてみたよ。じゃーんではないだろう。こんなところに落書きしたところで。落書きとは言い難いほど精緻に書かれた扉だった。あまりにリアルでノアの画力が凄まじいことを誘った。するとその扉が自然に開いていった。ノアやばくない？絵は勝手に動く。本当に開いた。君の魔法が何か牢屋敷の不可思議に干渉し、うまく作用したようだな。ノアもびっくり。絵は描けるんだけど、本物になったことはなかったもん。実はノア、他のところでもやったことあるんだけど、それは本物の扉にはならなかったよ。となると、この部屋に入れるようになっただけか。とはいえ、入れない部屋に入れるようになったのは重要なことかもしれない。私たちは戸惑いながらも、ノアの書いた扉を抜け、中へと足を踏み入れていった。床に置かれたキャンパスや散らばったたくさんのスケッチ。外から繋がってるよね。木製のテーブルの上には雑然とパレットや筆があり、所々に飛び散った絵の具の痕跡。中はまさにノアの望んでいるかのようなアトリエのような部屋になっていた。そんな都合いいことある？お絵描きするための場所だ。ノア、ここでお絵描きしてもいいよね。ああ、そうだな。ここなら存分に芸術活動が楽しめそうだ。空気に乾いた絵の具の香りと少し古びた木の匂いが混ざり合う。奥には中庭を見下ろせるベランダもあった。隠したってことは魔女の魔法が残ってるんじゃないか。すっごい場所見つけちゃった。わーい無邪気に跳ね回っているノアを見ていると、私もふっと頬がほころぶ。一通り見て回ったが、特に重要な場所とも思えなかった。となると、ノアの魔法がうまく作用して扉ができたように、誰かの魔法で扉が消されてしまっただけか。しばらく私たちがアトリエで過ごしていると、やがて他の少女たちもこの部屋の存在に気づいたようだった。多くの少女たちがアトリエにやってきた。いやー、これは。ノアくん、いい場所を見つけたね。ここをノアのアトリエと名付けます。ここは作業するにはうってつけですわ。私も使わせてもらいますわね。運命変わってるな。ノアもスタジオになった。待って、ボリュームまだ続くの？いい雰囲気のところだね。ベランダからの眺めもいいし、いやー落ち着くな。娯楽室の映画もいいけど、ここにもたまに来てもいいかい？もちろんいいよ。別にノア専用の部屋ではないんだが、ノアが開けたのだしいいか。メルルはどう思ってるんだろう。入れ替わり立ち替わり、少女たちがやってきたら和んで去っていく。私もまた久々に息苦しさから解放されていた。本当にいい場所を見つけたのかもしれないな。ウンディーネの間。何が隠しと見つける？大丈夫か？配信終わりますね。タイトル変わってるんですよね。ギャラリーも増えてんだよね。今までこう何もなかったんだけど、追加されてよね。なんであからめてるんだろう。じゃあ死んでるんだけどね。二人とも剣持ってけよ。どういう関係なんだろう。大魔女から魔法をもらったんでしょ。この子は何なの？でも幼馴染ではあるよね。月城よりこれに映ってんだよね。再放送だよね。私とノアは正面玄関から外に出て、石畳の道を歩いていた。窓から別荘のような建物が見えたのだ。その場所を目指す。屋敷は高台になっており、遠くには見渡す限り高い塀が広がっている。塀を見つめる間、ノアの瞳はみるみる輝いていった。たくさんお絵描きできるね。私もこれまで何度か外に出て周辺を探索している。高い塀でぐるりとどうやら島全体が囲まれており、脱出は難しいだろう。少女たちを13人も誘拐した大それた犯行だ。おそらく裏で大きな組織が動いている。政府が動いてるね。簡単に逃すわけもないか。謎の機関。機関という呼び方は何なの？その時だった。近くの茂みから外れの音がした。次の瞬間にはナノカが勢いよく飛び出してくる。私に向かってナノカの手が突き出されてきて、これ魔法でも確認してるのか？私はとっさに身をかわした。なんで襲ってくるんだ？バランスを崩したナノカはその場に転がる。運動は得意なんだ。運動神経いいっていうレベルなのか？吸収なんてどういうつもりだ？場合によっては
君を看守に差し出す。フィジカル強いのか。なのかは悔しげに起き上がり、片膝をついたまま、低い声で語り出す。あなたに触れようとしただけよ。危害を加えるつもりはなかったわ。触れる？それが一体何になる？原始か。私の魔法は、原始。触れた対象の過去や未来がビジョンとして見えるの。好きに発動させることはできないけれど。なるほど。それにしても、わざわざ敵を作るような触り方をせずとも、雰囲気の割には不器用だ。立ち回りに慣れていないところがあるのか。まあ、おおよそ見当がついてきた。突然こんな屋敷に閉じ込められて、落ち着き払った雰囲気でいられる理由がね。お察しの通りね。私は牢屋敷の情報を原始で事前に見たの。聞きたいことはいくつかある。その銃は何だ？教えてくれれば、襲われたことはチャラだ。この銃も、かつて牢屋敷に囚われた人が魔法で制作し、隠していたことを見て、ここに捕まってすぐ回収した。装填数は6発。1日1発自動で弾が回復する魔法の銃よ。どこにあったの？外出る暇あったの？なるほど。情報で有利に立てるのは、この屋敷の中では大きな強みだ。興味深いな。他に知っていることは？質問に答えれば、襲ったことはチャラのはずよ。言うつもりはないわ。そんなに言いたくないの？しかし、君が嘘をついている可能性もある。そんなことをして、私に何のメリットがあるというの？さてね。だが慎重にもなるさ。私たちは知り合ったばかりだ。数秒無言での睨み合いが続いたが、やがてなのかは諦めたように息をついた。わかったわ。私が警戒している人物の魔法を話す。ただ証明はできないから、自分でやって。誰を警戒してる？城ヶ崎ノアか？その人物の名前は、佐伯ミリアよ。今のところ、私が一番警戒している相手。全員いなくなったやつかと思ったら、佐伯ミリアか。黒幕の情報をここで追っていたのか？全然見当外れだよね。なのかは眉間にシワを寄せて語り始めた。まるで汚いものでも思い出すかのようだ。彼女。いえ、奴は少女ですらない。悪魔よ。おじさん嫌いなのか？もともとあの子は、入れ替わりの魔法を持っている。今は男性が強制的に彼女の体を奪っているの。そんなことないのに。きっとあいつが、黒幕。思い込みが激しいな。それで違うかったらどう説明するんだ？あまりに忌々しげに語るなのかの様子を見るに、嘘は一切混じっていないことがわかる。確かに、それは重要な事実だな。男性の素性は分かっているのか？断片的なビジョンだったから、詳しくは何も。見えたのは、奴が少女の体を奪った極悪人ということだけ。奪ってからその先の記憶を見てないのか？見たとはいえ、断片的な情報というなら、話半分に聞いておいた方がいいか。わかった。信じよう。有益な情報に感謝する。それに、私を狙ったということは、君にもまだ知らない情報はあるようだ。一応聞いておくが、君は、最初から私のことを怪しんでいたようだな。あなたの最初の行動は、得体が知れなかった。正直、黒幕かと疑っていたわ。黒部なのか？なぜ要注意人物なんだ？断じてありえない。原始の能力を持ってるから要注意人物なのか？私から言わせれば、君の方がずっと怪しい動きをしている。銃を回収する迅速な行動や、覚悟の決まったその顔。まるで、事前に行動内容を準備していたようだ。腕を組み見下ろしながら言い放つと、なのかの暗い瞳と視線が交錯する。これ以上は探っても無駄よ。組むつもりはない。どうせみんな、死ぬもの。どうせみんな死ぬ。原始でその情報を得たのか。睨み合いをどちらも譲る気がなく、張り詰めた空気が流れる。ねえねえ、ヒロちゃん。その緊迫感に割って入ってきたのはノアだった。起こった出来事を気づいていないかのように私の袖を引っ張る。もしかして、自由時間にしかお絵描きしちゃいけないのかな？残念だが、お絵描きは自由時間のみだ。官房の中では描けないもんね。ノアは不安そうにうなだれたが、すぐに顔を上げる。ヒロちゃんと約束しなかったら、ノアずっとお部屋にこもってお絵描きしてたと思う。でも、ヒロちゃんのおかげで、いっぱい楽しそうな場所見つけちゃった。ありがとう、ヒロちゃん。約束守ってお絵描きするね。そう。それならいい。官房内でどう過ごすんだろう。いつの間にかなのかが立ち上がっていた。ただもうこれ以上手出しをしてくる様子はなさそうだ。あなたは、悪い人じゃないみたい。なのかはぽつりとつぶやきを落として、茂みの向こうへと消えていった。なのかと別れ、私とノアはようやく目的地の前にたどり着いた。ログハウス風の建物が3棟並んでいる。おそらく要人などを迎えるためのゲストハウスか。屋敷より比較的新しいな。
あまり使用はされていないようだが。新しいことに気づくの。ヒロちゃん、中に入ってみようよ。そうだな。空いていれば見ておきたい。あっさりと扉が開いたので、私たちはウンディーネの間のプレートが下げられたゲストハウスの中へと入った。すると中には沢渡ココがいた。私たちの出現に一瞬びっくりと体を震わせたが、取り繕うように笑顔になる。ヒロッチとノアじゃん。お疲れ。じゃあ、私はこれで。ココ、君はここで何を？別に。何か隠し事をしているな。あてしらまだ全然知り合ったばっかだしさ。詮索とかそういうのやめてほしいんですけど。君に興味がないから詮索するつもりもない。うわ、うっざ。つかさ、ヒロッチあてしの配信見てくれてる？初日からやってんだけど。ライブ配信の機能は知ってるよね。配信。ああ、見たよ。感想そんだけかよ。特に思うところがなかった。初日の配信を思い返してみると、私たちに向けて発信している風ではなく、彼女はおかしな言動を繰り返していた。プレイヤーの存在を認知してたかも。正直気になってはいたが、彼女はあまり関与したいタイプでもない。明日は重大発表するからさ、そん時は私に夢中になるからな。絶対見ろよ。思わせぶりな発言が妙に引っかかり、私はわざと首を横に振った。遠慮しておく。何かおかしな術をかけられたらたまらない。君の魔法を知らないし、配信に関係するものかもしれない。見ただけで洗脳されるとかな。洗脳じゃねえし。私の魔法は千里眼。千里眼？思わず口にしてしまったのか、ココは気まずそうに視線をそらす。やべ。まあいいか。別に知られて困ることでもないし。配信でも写真でも、とにかく沢渡ココを認知してたら、私も見てるやつのことを俯瞰できるってわけ。この写真でもって覚えておかないとトリック気づかないよね。それは、この牢屋敷の外の情報も得られるのか？まあね、私のこと見てるやつがどっかにいたらね。で、その千里眼で、私すっごい情報を手に入れちゃったんだよね。どう？私の魔法すごくね？配信見ろよ。ココがゲストハウスから出ていく。ノアはというと、極長の置物で遊んでいた。私は深くため息をついた。図書室何か気づくか？牢屋敷2階の図書室に行ってみると、読書スペースにはシェリー、ハンナ、エマがいた。ノアは図書室中央の大木に目を奪われて、何やら追いかけの構想を練り出したので、私は一人シェリーたちへ近づいていく。何をしている？出ましたわね。風紀委員。風紀委員ではないが。毎日何度も私たちの部屋の見回りまでしておいて、風紀委員じゃなくてなんだって言うんですの。こんなに歩き回ってる。ヒロさん。今日は私たち、図書室の本をいろいろ調べ回っているんです。何かこの牢屋敷のこと、もっとわかるんじゃないかと思って。でも読めないよね。でも読めない本ばっかりで、困ったねって話してたところだよ。法則さえつかめば、なんとなく解読できる気はするんですけどね。私も図書室の本はざっと目を通したが、確かに読めない本ばかりだったな。あとそうそう、ヒロさん、これを見てください。シェリーが机の上の分厚い本を指さした。豪華な想定のいかにも曰くありげな本だっこのた。本には、どうやら魔女や魔法のことが書かれているようなんです。開かれていたページに私も注目する。同じ本かな？独自の文字で書かれたこれだけの書物。見せかけの飾りというわけではなさそうだ。どうやら運営側は私たちと異なる文化や歴史を持っているらしい。おそらく魔女に関係するものなのだろう。特にこの絵が気になるな。私が指さしたのはたくさんの魔女が手をつないで囲み、偉そうな魔女が降臨している風の図解。これはサバドの絵じゃないでしょうかね。魔女が大魔女を召喚する儀式的な。なるほど。詳しくはないが、確かに一般的な伝承でも魔女にはリーダーがいるらしい。魔女にとって大魔女はなくてはならない存在。そう、つまりこの剣は何なんだ？前の証拠品で剣と拳銃使わなかったんだよな。つまりペリーはズバリと人差し指を立てたが、それっきり静止してからムーンとうなり始めた。文字さえ解読できたらもっと詳細に内容がわかるんですけどね。安易な推理は危険だが、この本に沿って考えるなら運営もまた魔女側ということかもしれないな。極長は大魔女さえ見つかったら呪いがと言いかけていた。ならこの馬鹿げたゲームは大魔女を召喚するために行われている魔女側の儀式と考えられる。それです。私もそれが言いたかったんです。ヒロさんやりますね。一緒に名探偵コンビになれるかもしれま
遠慮しておく。慣れ慣れしくすり寄られたが、別に悪い気はしない。しかしそれにしたって、なんで私たちが拉致されなきゃなりませんの？別の本を読んでいたハンナが忌々しそうに口を開く。それについても仮説は立てられる。大魔女を召喚した運営が、わざわざ多くの魔女候補を集める理由。13人に合わせてる。私はシェリーとハンナの注意を引くように人差し指を立てた。囲ってる絵だよね。一つ目は、大魔女の召喚に少女の死が必要。単純だが、生贄というやつだな。シンプルに最悪ですわ。ゾッとした表情のハンナをよそに、私は淡々と2本目の指を立てた。二つ目は、少し飛躍するが、殺すことが目的ではなく、少女を集めることが目的という線だ。例えば、奴らが大魔女を呼ぶために必要な魔法を探しているとしたらどうだ？ちょっと待ってくださいまし。二つ目は、ありえますよ。魔法が知りたいだけなら、わざわざ手間暇かけてこんな場所に監禁までしなくたって。魔女因子だけ分かって魔法は知らないのか？ルールブックにあっただろう。魔女化が進むことで魔法は進化する。見たところ魔法は一人一人違う。どんな魔法に進化するかはきっと運営も知らない。原始はなんで要注意人物なの？あのメモがいつ書かれたか知らないかな？銃手にしてるから要注意人物だったのか？もし私たちの魔法が進化した先に運営が期待する魔法があるとしたら、この屋敷は私たちの魔女化を進めるための家畜小屋。そう考えれば辻褄が合う部分もある。何を探してる？魔法や魔女にわからないことが多いので断定はできませんが否定もできませんね。ヒロがいるだけでこれだけ進むのか？ハンナは言い返す言葉を失ったようで、呆れ半分の視線を私に向けてくる。ヒロさん、あなたそれ、いつ気づいたんですの？大魔女を呼ぶ儀式については今知ったんだ。今考えたに決まっている。敵には回したくないお方ですわね。そう。ヒロちゃんはすごいんだ。でもこんな子が最初に挑発によって死んだんでしょ？ずっと黙りこくっていたエマが口を開く。私はエマに視線を送って外した。敵に回したくないのは私も同じことだ。私はもう行こう。時間も限られて。私は彼女たちに別れを告げながら大木の前にいるノアの方へと歩いていく。ノアはスプレーを掲げ大木に色をつけようとしていた。おいノア、何をするつもりだ？あ、ヒロちゃん。へへへ。この木をカラフルにしたら、きっとすごいことになるなーって思うんだ。絶対みんな大喜びだよ。却下。ダメかな？絶対綺麗になるのに。早く出よう。図書室は静粛にするものだ。名残惜しそうなノアをハンバ引きずるようにして図書室を後にした。このシーンいるのか？魔法は強くなる。か。予想外の強い魔法が私たちの中に生まれることもある。かすかなざわめきが私の胸に渦巻き始めていた。これ移動だよね。医務室。医務室に行ってみると、マーゴとメルル、アンアンがいた。マーゴはなぜいる？入室した私とノアを見て、メルルが恐縮しながら近づいてくる。ヒロさん。その説は、大変お世話になりました。死に戻るも分かってないんだね。魔法を知らないんだ。君をお世話した覚えはない。マーゴの様子はどうだ？はい。マーゴさんは傷も塞がって、ずいぶん顔色も良くなってきました。ベッドに横になっていたマーゴが体を起こす。メルルちゃんのおかげよ。ずっとつきっきりで看護してくれて、もちろんヒロちゃんもよ。あなたたちの献身的な看護のおかげね。本当にありがとう。傷は深かったのだし、油断は禁物だ。なるべく安静にはした方がいい。今までのエマの物語何だったんだ？どう繋がるの？全部なかったことになったのに、向こうのエンディングどうかかってくるの？私、ヒロちゃんのこと少し誤解していたみたい。とっても優しいのね。私は当たり前のことを言ってるだけだ。マーゴさん、まだ横になっていてください。傷が開いてしまうかもしれませんし。もうメルルちゃんったら本当に心配性なんだから。ちょっと体に手を添えるメルルに、マーがおとなしく従い再び横になる。薬も飲んでもらいましたし、一度眠ってください。本当にまだ安静が必要な時期なんです。メルルが手に持っている瓶はどうやら睡眠薬のだった。本当に睡眠薬が？マーゴはすでにうつらうつらとし始めている。ねえヒロちゃん、あまりエマちゃんたちを責めないであげてね。私も同じようなことは考えていたのだから。君も脱獄を？ええ、ここから出る方法はないものか考えるのは当然でしょ。看守に逆らうのは危険だ。
おとなしくしていた方がいい。そうね。今回の件で一筋縄でいかないことは分かったし、もう少しここの調査をしていくつもり。ヒロちゃんのこと頼りにしているわね。一緒に魔女と戦いましょう。眠るために目を閉じたマーゴを見届けてから、メルルの方へと視線を移す。君はずっとマーゴについているのか？日常生活に支障が出る重傷だったので、いろいろ改造しないといけませんし。決して嫌とかじゃありません。好きでやってるんです。力説するメルルをよく観察すれば、目の下にクマができているようにも見える。魔女って寝る必要あるのか？クマができてる。不死身なのに睡眠は必要なのか？行き過ぎた心配性も考えものだな。マーゴが寝ているのだから、君も少し休むといい。でも、アーンさんも。マーゴの隣のベッドにはアーンが寝ていた。アンアンはどうしてここに？貧血を起こしてしまったようなんです。気分が悪そうだったので、少し休んでもらっています。いつの間にかノアはアーンのベッドの傍らにいた。アーンちゃん、大丈夫？我が輩に構うな、喋りかけるな。ねえねえ、そのスケッチブックにお絵描きしたいな。今書くの？ああ、もう寝込んでるのか。あのシーンを見たのか。違うな。ヒロがノアを連れて行ったからあのシーンを見ることはなかったのか。これは我が輩のものだ。勝手なことは許されない。でも、お絵描きしたら楽しいんだよ。我が輩は楽しくない。ノアがアーンに絡んでいるのを横目に私はメルの方へ向き直る。アンアンに心配はないのか？微熱が出ていて、環境の劇的変化で疲れが大きいのだと思います。心配ですけど、少し休めば良くなるかと。そう。それならあまりうるさくするのは良くないな。マーゴも眠ったようだし、私たちは出よう。ほら、ノア。声をかけた時には、すでにノアは入り口に向かっていた。最初は気まぐれかと思ったが、動きがおかしい。あれれ、ノア、アンアンちゃんと遊ぼうと思ったのに、勝手に体が、なんで？魔法かかってる？いつ魔法かけたの？私は察することがあって、アーンをじっと見る。アーンは気まずそうに視線をそらした。何をしたんだ？答えによってはもう少し詰めなくてはいけない。アーンは慌ててスケッチブックに文字を書き始める。その内容を私に見せてきた。我が輩は軽度の洗脳の魔法を持っている。ノアに出て行けと言っただけだ。何度もやらなければ人体に影響はない。興味があるな。一度やってみせてくれないか？アーンは青ざめながらもうなずき、それからノアの方に視線を向けた。我が輩は喉が渇いている。ノア、我が輩に魔法でお茶を出せ。無理でしょ。どうした？何も起こらないじゃないか。おかしい。そんなはずはない。ノア、我が輩にお茶を。ノアの魔法を勘違いしてるからかも。ノアの魔法はね、液体を操作できるけど、絵を描くことしかできないんだよ。相手が理解できなかったら発動しないのか。ノアが交代しながら言ってくる。お茶を出してあげたいけど、無理みたい。ノアは出て行かなきゃいけないし、じゃあねー。ノアは手を振りながら出て行ってしまった。一応字があるのか。字がありながらも出て行ってる。まあ、信じよう。出て行けという洗脳は本当に有効だったようだしな。ただ、あまり感心できる行為ではない。みだりに使わないように。刻々とアーンが何度もうなずく。アンアンさん、私が今お茶をお出ししますね。パタパタと世話しないメルルを背にし、私もノアを追いかけて医務室を出た。懲罰棒ぐらいか。アリサがいる？地下の奥まった通路の方へと行ってみると、重厚な扉がずらりと並んでいた。運ばれているよね。中を見た。覗き窓があったので、そこから中を覗いてみる。行動早くない？ここはどうやら、懲罰棒エリアのようだな。懲罰棒って何するところ？基本的にノアと一緒に行動してるな。ノアも私の隣に並んで中を覗いた。危なそうなものがいっぱいある。あれとあれと、あれを積み重ねて、オブジェにしたら楽しそう。積み木みたいな感覚だ。そうか。ノアが扉を開けてみようとするも、南京錠に鍵がかかっていて開かない。もう、中に入れないんだよ。ここじゃお絵描きできないね。そのようだな。じゃあ他の場所へ。私がキビスを返すと、通路の向こうから一人の少女が歩いてきた。通路の向こうから何の用事があるの？今日アリサだった。向こうも私たちに気づき気まずそうに立ち尽くす。アリサは水踏みに行かないのか？アリサ、君はもう懲罰棒から解放されているはずだが。
こんなところに何の用だ？人の声がしたから。おめえに話す必要ねえだろ。そうか。ならばいい。行くぞ、ノア。アリサちゃんの持ってるその紙、何？ノアを連れてアリサとすれ違おうとしたが、ノアはアリサの持っている紙が気になった様子だった。私も目をとどめ、ハッとする。新聞紙？およそこの牢屋敷にそぐわないものを目にし、捨ておけず私はアリサへと一歩近づく。君、それをどこで手に入れた？懲罰房の中でだよ。卓球台に拘束されてた時に、台の間に挟まっているのを偶然見つけた。新聞紙なんか今まで見つかってないよね。痕跡全部潰しきれてないじゃん。アリサがしぶしぶと答える。方法は知らねえけど、前にうちみたいに捕まった奴が入手したもんみたいだ。この牢屋敷では、外部の情報は徹底的にシャットアウトされている。そうなると、過去の囚人の何らかの魔法だろう。電車とかじゃない。新聞紙を取り寄せる魔法。新聞紙のない時代に魔法を得たらどうなるんだ？うちはもう何度も読んだから、おめえにやるよ。アリサは私に新聞紙を渡してきた。5年前の記事か。興味深いな。外の世界の記事？他にもまだなんかあるかもしれねえって思って、探しに来たんだよ。あるとしても、すべての懲罰房に鍵がかけられているようだし、中に入らないと見つけられないだろうな。そうかよ。渡された新聞紙の端がかすかに焦げていることに気づく。燃やしたような跡があるな。それはうちがやった。血文字が気味悪くてな。でも重要な情報かもしれねえって思い直して、結局やめた。うちの魔法は発火だからな。アリサは指先にまるで見えないライターを持っているかのように、ぽっと炎を灯してみせた。わあ、綺麗なもんかよ。すっごく綺麗だよ。アリサちゃんってすごいね。おめえ調子狂うな。炎を出せる魔法か。魔女化が進んだら危険かもしれない。私たちはもう行く。勝手にしろ。うちはもう少しこの辺りを調べるつもりだ。懲罰房にどこか引きつけられている様子で、アリサがふらふらと奥へと歩いていく。私たちはその場を後にした。監獄生活2週目、4日目、2週目ちゃんと書いてるな。今日に至るまで、この監獄に囚われた少女たちの魔法の情報を多く得ることができた。そのメモ書く意味あるの？習慣で日記を書いてるのか？ 2 週目とか書いてたらバレるでしょ？自分が何週したのか記録してるのか忘れるからな。今まで何回も繰り返してきた経験でもあるのか？今日のハンナが冬、立花シェリーが怪力、城ヶ崎ノアが液体操作、宝生マーグがモノマネ。それどこで聞いた？神メルルが治療、夏目アーンが洗脳、紫藤アリサが発火、黒部ナノカが原始、佐伯ミリアが入れ替わり。めちゃくちゃ聞いてるな。沢渡ここが千里眼、桜庭今。私だけが得ている情報が多いのは公平ではないと感じたため、それらの情報は業務連絡としてチャットで少女たちに全て共有済みだ。実際その魔法を目の当たりしたわけではないものもあり、信憑性は定かではないが、一応共有する信頼得られるのよね。ただ一つ引っかかっているのは、桜庭エマの魔法は何だ？資格なし。翌日の夕食後、私とノアはシャワールームに足を運んでいた。ノアもお風呂入る。囚人番号が振られたロッカーの中には、私たちが毎日着せられている同様の服が入っている。何度か利用しているが、見るたび忌々しさに舌打ちが漏れる。世界人形扱いか。お風呂嫌い。洗っておいてもらってわがままを言うな。毎日洗わなきゃダメかな。3日に1回くらいで良くないかな。お絵かきする人にとっては苦手なのかな。ダメだ。毎日入るんだ。ケチ。ケチではない。ただでさえこの牢屋敷の衛生面はあまりよろしくないんだ。清潔に保つのは当然の。ノアにくどくどと説教を始めたところで、手に持つスマホがチカチカと光って何らかの通知を知らせる。確認してみると、沢渡ここが予告通り配信を開始していた。配信画面にはここが映し出されていた。ノアも私のスマホを覗いてくる。あ、ココちゃんだ。どこにいるんだろう。どうもどうも、ココタンだよ。今日は予告しといたからみんな見てくれてるよな。コラボ配信。確かに。どこにいるかわからないな。わざと居場所を特定できないようにしているのか。なぜ暗闇の中にいるの？暗闇の中怖いんじゃなかったのか？今日のあてしは重大発表しちゃいまーす。暗闇はトラウマじゃなかったのか？何を公開するんだ？自分が死ぬ未来を公開するの？じゃじゃーん、これ見て見て。実はこれな、魔女を殺す薬なんだよね。あ、やばいな。沢渡ここはウンディーヌの間にいたな。あの時点で回収しに行ったのか？その名もトレデキム。効果のほどはあてしのお墨付き。プレイヤーから情報を得てる。いや、プレイヤーがこうやって喋ってるわけでもないんだよね。別に無言でやってる人もいるから。人によるよね。
この情報をみんなに明かすの迷ったんだけどさ。だってこれ出しちゃったらあてしもやばい立場になんじゃねえかなーって。話してみるだけじゃないの？考えてることまでわかるのか？でもあてしもう魔女を殺す薬持ってっから。こんなもんにもう二度と殺されねえから。持ってるんだ。系列おかしくない？信じるか信じないかは任せる。とにかく魔女を殺す薬を使用しなきゃ確実に魔女は殺せないってこと。以上、ココちゃんからの重大発表でした。殺されないよね。俺からその情報を読み取るってことは、あのパラレルワールドの存在を認めることになっちゃうけど。配信はあっさり終了した。魔女を殺す薬、本当にそんなものが存在するのか？ココちゃんの言ったことって本当なのかな？ココちゃんを探して聞いてみる？メルルはどう思うんだ？なんで見つかったのみたいな感じになるよね。あの部屋に入った時点で排除しそうだけど、二階堂ヒロ。私はココを探す。ココを探しに行くと死ぬんだな。私は小さくうなずいた。ココを信用したわけじゃないが、魔女を殺す薬の話が本当なら気になる。探しに行こう。はーい。手早く着替えを済ませて、私はココを探すべくシャワールームを後にした。